こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。前回のちょっとスターシードのね、YouTube の動画すごい反響があってありがとうございました。やっぱね、結構バシッとしたこと言ってたね。何回も自分でも見てたんですけど、やっぱもうはっきりとね、いろんなことを出していく時なのかなと思って出してます。で、今日は統合のワークのね3回目、これで完結しようかなと思ってて、で統合のワークってこうなんていうのかな、やっぱりこうPDF 下のとこにあるので、それで見ていただければいいと思うんですけど、一緒にやることによって、一緒に撮ったよみたいな感じでコメントいただいた方もいましたし、あとはね、こういう方がいるんだっていうのを結構皆さん初めて知るっていう方も多いみたいなんですね。で同じやっぱりこういうスターシードとかライトワーカーの方たちなんですよね、こういうワーク考える方っていうのは。だから本当にこうなんて言うんだろうな、それをこう無料でみんなにね良くなってほしくてそういうのを提供してくれてるから、なんかなるべくねみんなも楽になりたいし、そういう方たちのこう英知というかさ、テクニック的なものとかもねやっぱり知ると面白いんじゃないかなと思って、で、今日3回目ねやっていきたいと思っています今日も、大丈夫、何事もないと思うんですけど音楽とかね、でじゃあ行きます。関野綾子さんっていう方ですね。関野綾子さんはねバシャールとかに結構つながったりしてる方なんですよね。なんだっけな、アンフィニとかアンフィニだったっけな、なんかそんな感じのところのなんかやったりしてて、で彼女のやり方は、関野綾子さんのやり方は、悩みなどをまず決める。じゃあモヤモヤしてるっていうものだとすると、それを目の前に巨大なスクリーンをイメージして、目の前に巨大なスクリーンがある。でモヤモヤしてるなって思うものをちょっと見るみたいなんですね。なんかイライラしてんなっていう感情があるとしたらそれを見る。でそれを見て、感じるフィーリングとかに色をつけるんだって。じゃあモヤモヤしてるのが、じゃあ私だったら灰色だな、灰色、口に出すといいみたいだね。でそれの、材質を感じて重量感、大きさを感じる何トン級がいいみたいだね。このモヤモヤの材質はザラザラしていて、大きさはすごいでかくて800万トンぐらいありますみたいな感じでこう持つよね。でそれを、ちょうどいい大きさにちょっと大きくっていうかこう丸めて、それで目の前に海が広がっていて、その海に、スロープがあって、その玉がね海に転がっていくイメージするみたいなんですね。で海にボトーンって落ちるようにするみたいだから、私はじゃあこの玉をこうやって押してゴロゴロゴロっていってドボーンって落ちたね。でドボーンって落ちたら深呼吸。で、自分の今空いたものがあると思うのね、出したから、そこに風が前から来る感じ、っていうこのワークのやり方ですね。これすごい分かりやすいと思うのでやってみてください。結構人気のある方みたいです。すごくね癒し系で素敵だよねなんか私はみたいな感じでふわーっとしてんだけど、すごいバシッとしたこと言ってて分かりやすい方でしたね。はい、じゃあ次、レインボーチャイルドのダイヤくん。レインボーチルドレンっていうのかな。そうレインボーチルドレン小学生みたいなんだけど、すごいこういろいろ宇宙語喋ったりとか、動画の中で言ってることとかがさ、すごくこうやっぱりピュアというか、ピュアですごく分かりやすいし、言ってることがすごくこうなんていうのかな、やっぱ宇宙の真理を説いてるっていう感じで、感動しちゃうよねで、彼が闇出しのワークっていうのをやってるみたいなね。でちょっと見ててすごくこうなんていうのかな、感覚でやってるからちょっと合ってるかどうかわかんないんだけど、確かねこう手と手の指は鶴光一さんのロケットのやつに似てたなと思うんだけど、手と手の指を重ねて胸に置く。で感情を感じるじゃない。何にしようかな。じゃあ
ちょっと頭とかぼーっとしたり眠い感じがするから眠いなっていうのにしてみようかな。これが決めた。でそのままこの感じを前に出します。このぐらい出そうかな。じゃあ、このぐらい出して、で上にロケット発射する。ボーンボーンって発射して、そのまま上からレインボーの光がになって戻っていくので、上からレインボーの光来ました。はい、来ました。でそのまま手を戻して胸にやるみたい。やっぱレインボーチルドレンだけにレインボーなのかしらね。レインボー結構いいかもしれない。アルクトゥルス系かもしれないね、彼は。これすごい分かりやすいと思うのでやってみてください。シンプルでね、頼もしいよね、こういう子がいると思うとね。最近の本当に生まれてきてる子たちみんなスターシードでさ、かなり能力高いからね、可愛くてしょうがないね。次、アメリカのヒーラーグレッグさん。ちょっとあんまり知らなかったんですけど、結構有名な方みたいですね。で木の経路と第三チャクラを使ったワーク、両耳の上あたりから頭の内側にパカッと木の経路を開ける。ここのところね、両耳の上あたりにパカッと経路を開ける。なんか穴が開いた感じでいいんじゃない？で片方の耳の上から、こっちからね、第三チャクラを通して反対の耳の上から、体の中にある古いエネルギーを、戻すっていう感じだから、ここから入って、第三チャクラっていうのは胸とおへそのあたりのちょうどなんかこのあたりかな、見えるかな、このあたりになると思うから、ここからこう入ってこっちから抜けるみたいな、毒素みたいなものが抜けるイメージにするといいんじゃないかと思いますので、なんだろうな、木の経路を使ってワークするっていう感じだから、そのまま自分の何か思い込みみたいのがあるとしたら、なんだろうね、もやもや、またもやもやするになっちゃったけど、もやもやする。でここからパカッとね開けて、この中からぐーっと木の、経路を通ってこっから出ていく感じで、そのブロックが出た時は、空に向けて放って地に落ちる際に黄金のエネルギーに変化するっていうことだから、こっから出て空に向けてパッと出ていく感じにして、地に落ちる時に黄金のエネルギーになってるなっていう感じで思えばいいんじゃないかと思いますね。結構簡単だからね、分かりやすいんじゃないかと思いますのでやってみてください。で次、中川ちょっと読めないな、中川さんゼロリセットセルフノーイング。前ね出した時はちょっとやり方が分かんなかったんだけど、やり方をねこう送ってくださった方が後からいて、でちょっとその方のやつもちょっと分かんなくなっちゃったんだけど、 Facebook でいただいて、でもう一回ちょっと調べ直した時にちょっとやり方が出てたから、多分このやり方でいいのかなと思ってて、ゼロリセットとセルフノーイングっていうのがあるんだけど、ゼロリセットの方だけですね。でやり方としては、これもなんか2秒で苦悩を消すっていうやり方みたいですね。だから、負の感情をまず手のひらの上に乗せるんだよね。乗せるっていうか出す、イライラするとかさ、そういうのを、出してるじゃない、出してそれにありがとうとかね、こう感謝を伝えるわけ。ありがとう、よく頑張ったねとかさ、そういう感じで言うじゃない。でそれをハートチャクラに戻すんだって。ハートチャクラの中にソースがあるから、ソースがあるっていうのをなんかその YouTube の中に入れてたから、ハートチャクラにありがとうって言ってハートチャクラに戻します。これで OK だね。ちょっとYouTube のリンク貼ってありますので、ちょっと詳しく見ていただければいいと思うんだけど、あら、喧嘩しないで、喧嘩しないすごい大声。私が動画撮ってること知らないのかしら。そうこんな感じだね。結構簡単で2秒、本当に2秒で消えちゃうね。出して閉まっちゃうみたいな。でこの中にソースがあるっていう考え方みたいだから、この方はその奥さんとね一緒にこうスピリチュアルなワークをやってたんだけど、も
奥さんがね急に亡くなっちゃったみたいなんだよね。それでその奥さんが教えてくれたワークとかなんかすごいそのストーリーも興味深いというかさ、すごいなと思いましたね。じゃあ、次引き受け機構っていうのですね。ちょっとこのさよく分かんなかったんだよな。ちょっと一応なんか左手が闇を引き受けるで右手で出すみたいな、引き受けて出す引き受けて出す引き受けて出すってやってたんですけど、じゃあなんかこう思い込みとかかな、誰かがなんだろうな、いろんなことがうまくいくかどうか心配、じゃあ心配な気持ち引き受けるで出す、引き受ける出す引き受ける出すとかやってた。ちょっとやってそれでこう左なんかこうシャカ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 して、なんかやるみたいなんですよ、こうやって引き受けて出す引き受けて出すでシャカ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 ってやるみたいですね。結構これをだから引き受けて出す引き受けて出すってやってると結構すっきりするんじゃないかなこれで。でその後にこう覚醒するみたいな感じでやるんだと思うから、結構気候に興味がある方はリンクが貼ってありますので見てみてください。結構何回も今ちょっとねやってみたら結構すっきりするね。これもね気候もさやっぱり結局エネルギーを扱うから同じなんですよね。でしかももっとこうなんていうのかな、結構強烈なことやるから気候のやつっていうのはすごいパワフルなんじゃないかなと思いますね。ちょっと分かりづらくて私は分かんなかったけど、興味ある人は YouTube のリンク見てみてください。じゃあ次桃代さんの、ワークですね。イギリスに住んでる桃代さんのワーク、ちょっとこうなんでブラック、マジックが入るみたいですね。マジック、白魔術なのかな、で手のひらにこうサークルを描くんだって、こうやってで丸っていうのはなんかこう浄化とかそういうのがありますとか言ってたね。でこの中にこう自分の思いネガティブな思いとかをポーンって入れるとそれでシュンってなくなっちゃいますって言ってたね。じゃあ私だったらそうだな、あら子供たちがちょっと騒がしいわと思って今それでちょっとポーンと入れてみるね。そしたらシュルシュルシュルってなくなるんだって。ほんと不思議これ。なくなる。シュルシュルシュルってポーンって入れてさ、シュンってなんかなくなっちゃう感じ、なんかあり地獄みたいな感じなのかな。すごい面白い。これすごい簡単ですね。何かこういうテクニック的なところなんだろうけど、これすごくやりやすいですね。簡単。もうまさしく1秒でできちゃうんじゃないかな。思ったやつポンってこの中入れてシューンってなくなっちゃうから、サークルを手をねこっちの手って言ってたよな、こっちの手の上にサークルを描いてポーンとお悩みを中に入れちゃう、シューンってなくなっちゃうみたいな感じだよね。簡単だからね、やってみてください。じゃあ次ね、ミカエルのワークですね。ミカエルにさこういろんなもの持ってってくださいとか断ち切ってくださいっていうやり方もすごいいいと思いますので、やっぱ高次元の中でもやっぱりこう天使っていうのは、こういう何ていうのかな、人々のサポートのために来てるからどんどんこう天使にお願いするといいですよね。でその天使の中でも、掃除機のワークっていうのがあって、まずミカエル呼びますよね。ミカエル来てくださいとか言ってこうミカエル呼んで、それで悩みとか感情を思い出す。今ちょっとごめんなさいね、足がかゆいから、じゃあ足がかゆいっていうのにしてみよう。足がかゆい、その時の感情とかを思い出す。かゆいな。でそれを、ネガティブな要素を吸い出してくださいっていうんだって。ミカエルにじゃあ吸い出してください。で掃除機で吸うようなイメージをして、ブオーって、そうだね、今ブオーって持ってってくれたから、なんか急に痒くなくなった気がするいいね。でこれは低速とか中速とか高速に切り替えることができるみたいですので、やってみてください。面白いね。
で次、般若心経。般若心経、自分で何か嫌なことを思い出しながら、ギャーテギャーテ腹ギャーテ腹そうギャーテボージーソワーカっていうんだって。何がいいかな。今日はちょっと蒸し暑いから、じゃあ蒸し暑いにしてみるね。あんま悩みがなくてごめんなさいね。私こういうことしかもう思ってないんだよね。じゃあちょっと暑いな、蒸し暑いな。ギャーテギャーテ腹そうギャーテボージーソワーカ。いい感じだね。般若心経って言っちゃいそう、もう最後。たまになんか面白いよね。般若心経って人によってこうさ、節が違うから、私ギャーテギャーテとか言ってたけど、これ結構面白いよ。すっきりするね。やっぱこういうので取れちゃうっていうさ、私たちのさ感情とかっていうのは簡単にできてるってことですよね。取れちゃいますね。特に今早いんだろうなと思いますね。はい、じゃあ次、ほおぽのぽの。ほおぽのぽのってなんか言葉で癒すみたいな感じかな。なんかあった時にありがとう、ごめんなさいとかね、ありがとう、愛しています。ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛してますっていうだけで心が軽くなるみたいなんですね。じゃあそうだな。いろんなことが、そうだな。今新しいこと始めたからうまくいくかな、いかないかな、みんな満足してるかな、いってないかなとか考えるから、そこのところの感情をね、ちょっと不安というか大丈夫かなとか思うとすると、それにありがとう、ごめんなさい、許してください、愛しています。もう一回言ってみよう。ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛しています。面白いね。なんか不思議だね。不思議な感覚なんね。なんか言ってみるもんだね。私ちょっとこれやったことなかったんだけど、意外となるね。最後の愛していますっていうのが結構ふっと軽くなるっていうか、ありがとうでごめんなさい、許してくださいあたりでなんか少しこうズーンとくるんだけど、愛していますでふっと上がるみたいな、言霊みたいな感じなのかしらね。これはすごい面白いと思います。じゃあ最後、セドナメソッドです。これは自分が不快な感情を思ってその感情を手放せるかどうか自分に聞いて、イエスだったら、手放しちゃう。ノーだったらその感情をまだ感じていって、感じきってまたどうみたいな感じ聞くみたいなんですね。そしたらそうだな、私は、お金とかにしてみようかな。じゃあお金が、みんなにこう循環したいなとかにしてみようか。循環したいって思ってるとして、なんか循環してないなと思ってる感じがあるじゃん。この感情だよね。この感情を手放せますか？自分に聞く。イエス。今イエス来ましたね。じゃあ手放しちゃいます。これだけでいいんだ。自分の心に聞くっていうことなんですけど、とてもいいですね。これがだから感情手放せますかね、いいですかって聞いて、ノーだったらまだその感情を感じてあげるんだって。ずっと感じてあげて、それでイエスかノーか、またさもういいかなと思ってどうですかって自分に聞いて、イエスだったら手放す、ノーだったらまたもうちょっと感じてあげるっていう感じだから、とってもシンプルだけどすごくいいと思います。はい、あとはね、もう本当にオリジナルの統合ワークいっぱい皆さんにいただいたんだけど、もう何回続くか分かんないからねすいません、紹介したかったんだけど全3回にさせてもらいます。で、下のリンクのところに PDF がありますので、見てみてください。で、あとはそうだな、統合のワークとかブロック解除に関しては、自分のやりやすいやり方にいくらでも端折っちゃっていいですから、自分のやりやすいやり方でやっていただければいいと思います。
そんな感じかな。今自分の感情とかやっぱ出てくると思うから、どん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 手放していってください。こんなに簡単にやっぱり取れちゃう、簡単にできてますから、びっくりするぐらい簡単にできてるんですよ。難しくできてるんだなって思い込んでただけなんですよね。そう本当は簡単にできてますから、そこの部分をどんどんやっていただくといいと思います。あとはその体調を崩してる方がねすごく多いっていうのをちょっと聞いたので、私もちょっとこう眠気とか、今月はやっぱエネルギーがすごい高いから体をいっぱい休めてあげるといいと思います。日本は特に暑いですから、お盆も過ぎて、今お盆そうだよね、すごいやっぱりね疲れも出ると思うし、エネルギーがやっぱりね、なんていうのかな、今年やっぱり強い、今月すごい強いから、すごいこうエネルギー用みたいになってんじゃないかと思うんですよ。あと暑いしね、日本の場合だと。だからもうね、休ませるっていうのがすごい大事だと思いますので、自分のことね、ほんととことん癒してあげてください。でその時に出てきた感情とか、なんていうのかな、負の感情とか不安とかね、もしあったらこういう統合のワークを利用してみるといいんじゃないかと思います。ではまた撮ります。